ドラマがありすぎた J リーグ第34節、降格争いと優勝争いがなぜか同居しているのが J リーグ。首位サンフレッチェ広島が15位湘南ベルマーレに敗れ、2位ヴィッセル神戸が6位 FC 東京に、3位町田ゼルビアが16位の柏レイソルと引き分けという大混戦。さらにここに来て混沌としてきた残留争いと、やはり J リーグは今が一番面白い。ちなみに町田さんはいつも通りだった。失点の局面でも町田キーパーの谷選手は押されたとアピール。ですね、特に押されたっていう感じには見えないんで、日本代表に選ばれている選手なんだからしっかりしてほしいところですね。実はガンバにいた頃からハイボールの目測を誤ることはたまにあったのですが、そして皮肉にも日本代表のゴールキーパーとはどういうものなのかということを同節で身をもって証明する選手が現れるのです。その終盤の楽しみ、苦しみに白熱する降格争いがあります。やはり J1 と J2 では知名度や収入が段違いであり、各クラブともリアルな死活問題となります。降格は3チーム、34節以前では20位サガン鳥栖、19位コンサドーレ札幌、18位ジュビロ磐田、17位の京都サンガと18位の勝ち点差が6と2試合分離れており、降格圏のチームにはかなり厳しい状況でしたが、今節はどうなったのでしょうか。20位サガン鳥栖、勝ち点26。13年もの長きにわたり J1 に残り続けた。 J1 に在籍するためには200万人以上の人口の都市でなければならない。経済的にという法則に反し J1 に在籍し続けた驚異の地方クラブだったのだが、ついに力尽きた翌日の新聞には、今季序盤河合前監督の攻撃サッカーに不満を持つクラブ幹部が J1 他クラブのコーチに助言を仰いで選手を指導し混乱が生じたといういろいろまずい記事が、他クラブのコーチに助言を仰いで選手を指導し混乱が生じたというのは、下手をすれば八百長を疑われる行為であり大問題である。この件がもし事実であれば、さらなる処分が下されてもおかしくはない。毎年のように選手を引き抜かれ、この夏もスタメン5人が移籍。前監督交代後も9試合3分6敗で降格決定と、今季の現場の混乱がいろいろと垣間見えた降格となった。ネットの反応。鳥栖、今季序盤河合前監督の攻撃サッカーに不満を持つクラブ幹部が J1 他クラブのコーチに助言を仰いで選手を指導し混乱が生じたとのこと。これ同コーチが旧知の選手やスタッフを直接指導って話だけど大丈夫なのか。指導は幹部がって話ですね。トスとは関係ない地方紙に掲載されているから、じゃあ別記事だね。似たような記事っぽいけど、こっちにはそのコーチが直接指導ってある。別でも出てるとはやばいですね。記事にも混乱が生じてるじゃねえか。幹部がしゃしゃり出て指導したにせよ、他クラブコーチが直接指導したにせよ、やべえことに変わりはないが。やっぱりバラバラじゃねえか。これ事実だったら夏に主力抜けまくった一員だったりするんじゃないのか。パワハラ報道の時、第三者に調査させなかったり、結局鳥栖内部はおかしいままだったというか。しかしこういうの見たくないだろうな。そこは何そのホラー展開。そのコーチは誰だろうな。パワハラ問題が起きても体質は変わらなかった。関係者の一人は一度痛い目にあった方がいいと漏らしていた。これもなかなかひどい。パワハラの時の第三者委員会といい、隠蔽体質変わっとらん。てかこれな
違ったらごめんだけど、彼も普通に攻撃寄りじゃね？そうだったらまた、〇〇が騒がせることになる。まあまあ、やばい問題じゃないかこれ。序盤の不調、幹部が OJ1 クラブの某コーチに勝手に助言を依頼。某コーチが旧知の選手や指導陣に直接指示を出すようになる。成績は向上せずも、河合継続。夏にレギュラークラス5人移籍。中断期間後に河合交代。交代後も9試合3分6敗で降格決定。クソシーズンすぎる。19位コンサドーレ札幌、勝ち点29。今季開幕から5連敗、6月からも5連敗と降格圏に肩までどっぷりと使っていたコンサドーレ札幌。しかし駒井選手のゴールで先制すると、復活のエース鈴木武蔵が追加点を決めて試合終了。グランパスに2対0で完勝、残留に望みを残した。ちなみに1点目のアシストですごいドライブ決めてる近藤選手はこちらの動画でも紹介しているのでぜひご覧ください。18位ジュビロ磐田、勝ち点32。残留ラインまでの勝ち点差は6。どうしても勝ちが欲しい磐田だが、先制点は意外なところから。セレッソゴールキーパーキム・ジンヒョンのキックが運悪く味方を直撃。そこに素早く反応したジャーメイン・リョウがなんと前半5分に先制。前述の谷選手もそうかもしれないが、長いシーズンの終盤、疲労もあるのか集中を切らしてしまったのかもしれない。エースジャーメイン・リョウの2点目でセレッソを突き放す。今日の彼はまさしくジャーメイン有料だったと思いきや、87分得点ランキング首位をひた走るレオ・セアラが1点を返し、さらに試合終了直前になんと無情の PK 判定。キッカーはもちろん今季 J リーグで一番点を奪っている男、レオ・セアラ。間合いを取ってレオ・セアラ、止めた川島が止めた。かつて日の丸を背負った男は未だ健在。ジュビロは執念で勝ち点3を獲得。川島選手はそのキャリアで17度の PK をストップしており、止めた相手は各強豪国のエースなどそうそうたるメンツの名前が並ぶ代表の名を背負ったゴールキーパーとはまさにこういうものであると見せつけるような見事な PK ストップであった。ジュビロ J1 通算400勝を挙げた試合はまさにその記念にふさわしい名勝負となった。ネットの反応。ところで、どうしてジュビロはあの順位なんですか？川島選手のアディショナル PK ストップは大声出た。あれは佐藤、泣きますね。ナイスゲーム。試合終わった瞬間、みんなが川島のところに走ってくのよいね。川島さんは PK 止める人だったな。何度見ても鳥肌。泣いてないよ、泣いてないよ。まだまだここからずっと信じてる。ということで34節終了時の順位表がこちら。ジュビロと降格ラインのレイソルとの勝ち点差は4。得失点差があるとはいえ2試合でひっくり返ってしまう。磐田はまだ残り5試合、札幌は残り4試合。まだわからない。そして順位表を見て静かに絶望しているのがかつての名門浦和レッズ。現在の勝ち点は39。なんと降格ラインギリギリにいるのである。
浦和レッズは延期になった柏レイソル戦、さらに1点リードの形で後半から始まる川崎戦と、他チームに比べて余計に2試合残しているという余裕があれど、疑問が残る監督交代から1勝4敗5試合で勝ち点3、しかも4連敗と状況は最悪。次の試合、延期になった柏レイソル戦で勝ち点が取れないと降格という最悪の事態も視野に入ってくる。ちなみに柏レイソルの直近5試合は1勝3分け1敗5試合で勝ち点6、ジュビロ磐田は2勝1分け2敗5試合で勝ち点7、コンサドーレ札幌も同じく2勝1分け2敗5試合で勝ち点7。ちなみに浦和レッズをめぐる混乱についてはこちらの動画で語っているので、よかったら見てください。そんな地獄のようなゴール裏に一筋の救世主が。今日も可愛く愛想を振りまく東京ヴェルディのマスコットキャラクターリベルンって、ちょっとどこ行くの？あかんて、そっちは J リーグで最も危険な場所、浦和レッズのゴール裏やないかい。元祖マスコットキャラクターのヴェルディくんもめっちゃ嫌そうやんけ。ちょいちょいせかすなせかすな。連敗中で気が立ってる浦和のゴール裏に挨拶しよった。おやつ拍手までもらいおった。謎の回転移動。からの警備員さんにご挨拶。自由に愛想を振りまくリベルンと、やはりその長い歴史からかここがどういうところなのか理解し、若干動きが硬いヴェルディ君。いや、わかるでヴェルディ君、誰だってそうなる。若干ヴェルディ君は謝っているようにも見える。しかしリベルン君自由すぎる。浦和のゴール裏に足を踏み入れるマスコットキャラクターは、あの J リーグマスコットキャラクター総選挙で2度の優勝を誇る BD 君くらいしかいなかったのに。誰もが躊躇する浦和のゴール裏でも愛想を振りまく東京ヴェルディのマスコットキャラクターリベルンであった。さらに同日行われた鹿島アントラーズ対アビスパ福岡戦では、福岡のウェリントン選手と鹿島の関川選手が激しく交錯。さらに福岡のウェリントン選手が鹿島のゴール裏に何か言われたのか、激高イエローカードが提示され、ウェリントン選手は累積4枚目の警告で次節柏戦は出場停止になった。ウェリントン選手はかなり熱くなってしまっており、自身も鼻から出血し4針縫う怪我をしていたそうです。しかし試合終了後、
ウェリントン選手は試合終了後にこう語りました。サッカーは時にぶつかり、怪我をしたりさせてしまったりするスポーツ。関川君と当たった時には自分が鼻付近を切って出血してしまったけど、お互いに悪意を持ったプレーではない。ただその時は鹿島さんのサポーターもチームを勝たせたいという思いで応援しているし、自分もそれに負けじと試合には勝ちたい。お互いに冷静じゃない時に少しジェスチャーをしてしまった。きっと鹿島さんのサポーターは何が起きてどのように怪我をしたかわからなかったと思います。ただジェスチャーをしてしまった以上はやっぱり試合が終わって冷静になった時に謝ってお互いに気持ちよく帰るべきだと思う。そういう思いで自分のジェスチャーに対して一言ごめんなさいという思いで行きました。試合後自分の良くない行動を謝罪したことで鹿島のサポーターも理解してくれました。みんなサッカーを愛する仲間ですから、試合中の出来事に瞬間的に熱くなっても恨んだりしませんし、お互いの気持ちが分かればしっかり和解することができます。何も問題ありません。謝るという行動にも勇気が必要です。ラフプレーをしてしまっても謝罪することができ、お互いにリスペクトを持って接することができる。ウェリントン選手は J リーグでプレーするのは6シーズン目。J リーグで6年、4チームから必要とされる選手はそうはいません。その能力はもとより、その高潔な精神こそ彼が必要とされる要因なのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。思ったより長くなってしまいましたが、驚くべきことにこの動画内で語られた出来事は全てたった1日のうちに起こったということです。いやほんとドラマ起こりすぎだろ。 J リーグ優勝争いと降格争い、今こそ J リーグは一番ドラマティックな瞬間なのかもしれませんね。あなたも一緒にこの物語の結末を見届けましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。